マツダ3の 15S ツーリング、エンジンやミッションの印象、加速感、燃費など取り上げていきます。エンジン形式は P5VPS。 特別な何かがあるわけじゃありませんが、ガサツな印象を受けない品のいい4気筒 1500cc エンジンです。 1500cc クラスは3気筒エンジンが増えてきましたので、4気筒の魅力が光ります。ミッションも CVT ではなくてステップ式の 6AT、 マツダ車を選ぶ時の大きな特徴だと思います。まずはスペックを見てみます。2021年式マツダ3は圧縮比13と公表される P5VPS が搭載されます。マニアックな要素を感じるエンジンで、これ自分がね、20歳の時だったら選ばないと思いますが、今だったらこれ良いなって思います。比較にはインプレッサとカローラスポーツを出していました。 FB16 は4気筒の水平対向 1600cc です。苦手な領域と得意な領域が同居する個性的なエンジンで、良くも悪くも水平対向の気になる部分は年々改良されているみたいです。そしてカローラスポーツの 8NR。8NRFTS は静粛性の高い 1200cc のターボエンジンです。このエンジンは CHR の回で取り上げる予定ですので、どうぞご期待ください。そうしましたら、エンジンより先に取り上げたいのがミッション。段付きの 6AT が売りでございまして、でも最近の CVT って段付き風に加速しますし、ホールドモードも大体ついています。 CVT もホールドモード使えば任意の回転数とギア比を選べるという機能性は一緒です。では何が違うのかといえば、感応性能だと思います。本物か疑似かといえば本物。そして変速時の音が違います。一瞬駆動が切れるというか、スパンスパンと歯切れの良いエンジン音の変化が気持ちよいです。 CVT って制御領域では200段ギアみたいな感じらしいですから、道具としては優れているのでしょうけれども、脳内に訴えかけてくるのはステップ式の AT かなと。効率云々ではなくて、そんな部分で AT に魅力を感じます。なお、よく言われるダイレクト感という部分では、もう少し大きいエンジンとの組み合わせが分かりやすいかなと思いました。続いてエンジン。感じる特徴は上々の質感。ボディサイズや車重に対して小さめのエンジンですので、存在感が薄いです。加えて高回転で盛り上がりの少ないエンジンノイズという部分に特徴を感じます。回したからといって特別うるさくなるわけでもなくて、マイルド。高回転まで普通に使えます。マツダ3プラス 1500cc ですと、どうしても高回転を使う頻度が多くなると思います。そこでこうした特性が日常的な良さにつながって、同乗者いても回転数を気にせず走りやすい、そんな感覚につながると思います。その分、音に限って言えば、低回転でもエンジンノイズが聞こえてきます。エンジンが遠くにありそうで、いや近くにありそうで、一言で表すとこんな感じです。主観的かつ好みに関する部分なので、良いとか悪いとかそういうのじゃないです。続いて加速力の印象です。車重1340キロに 1500cc のガソリンエンジン。これだけ見ると厳しそうにも思えます。で、乗った感想はというと、確かにね、速くはないです。でも大きく取り上げたいポイントはそこじゃないんです。以下2点挙げてみます。一つは車重に対してエンジンが小さいので、存在自体がマイルドという点。具体的にはアクセル操作に対するダイレクト感、そこがちょっと弱いです。音、振動、反応、そういったあたりですね。言葉変えるとジェントルとも言えますので、悪いという意味じゃないです。もう一つは非力に感じにくく仕上げられた特性。超排気量車ってどうしても頻繁に高回転使って、ちょっと踏み込むとエンジンうなっちゃって疲れちゃうとなりがちですが、マツダ3は違います。どちらかというと、同じエンジンを搭載するマツダ2の方がキックダウンが目立つように感じられます。このあたりマツダ3は排気量なりに限度はありますけれども、スロットル特性とかミッションの制御とか、音やショックの伝達といったあたり含め、上手に非力さを感じさせません。そんなのありえんなんて場合はね、あと20万出せば 2000cc が選べます。
交通量が減ってきたところでお題を決めて燃費を見てきます。前の信号が青になったらスタートします。で、今回のお題は D レンジで走るのとマニュアルモードにして人間がねシフト操作したらどれぐらい燃費に違いがあるのかというのを見ていきたいと思います。せっかくのステップ式有段式の 6AT ですからね、いろんな意味でねいろいろ味わえたらいいなと思っています。バンドを走ってちょっとした山道を走って戻ってきます。でそれを2周しまして、1周目は D レンジの状態、2周目は、マニュアルモードで走ります。だいたいね1周25キロぐらい、2周で50キロぐらいを予定しています。でその他の条件は大人2人が乗っていて、エアコンはオフの状態で、暖房のみつけた状態で走ってきます。それでは行ってきます。中間報告です。現在のところ 16.4 キロ走って 13.9 キロの燃費が表示されています。ちょっとね WLTC モードで、16キロぐらいの車ですから、少しねカタログ口を割ってるような感じですね。で、今ちょっと山道区間に来てますので、せっかくなんでちょっとハンドリングについてね述べさせてください。でこの車マツダ3はハンドリングがいいとか安定感がすごいとか、結構ね皆様そうおっしゃってますよね。ちょっとね自分の言葉で述べさせていただきますので、よろしければお付き合いください。で自分思うんです。この車ねすごいマツダらしいハンドリングじゃないかと。でそのマツダらしさの進化版みたいなイメージですね。でどんなところがというと、まずねステアリングの中心が締められてないです。固められてないです。指2本分、真ん中から指2本分ぐらいのあたりがすごい軽くて反応も適度で、そこから切り込むと敏感さ、正確なという印象につながっていくんですけれども、とにかくね真ん中付近が軽いというのがすごい印象的な部分だと思います。でここが軽いから余計な力を入れずに切り始められるんですよね。で余計な力がいらないということは、細かい操作、繊細な操作やちょっとしたね微調整なんかがやりやすいです。なのでねスーッとねじわーっと切り始めできて、滑らかにね運転しやすいんじゃないかと思います。で同じように切って戻してくる時も、ぐわっと中心に戻す力が弱いですから、戻る力を抑えつけるんじゃなくてね、自分で戻す方向に切る、操作する、そこに、繊細な部分をね感じながら操作したら、すごいね車のいいところが生きるんじゃないかと思います。本当ね今速度40キロから60キロで走ってるんですけれども、飛ばさなくてもねこの辺り車と対話するみたいなね、行きたいところに車を持っていくなんて楽しみが味わえるんじゃないかと思います。でこういうところが無条件に良いと言ってるわけではなくて、例えばね日本で一番売れてるのはトヨタ車、シェア 40% ということで、そんなトヨタ車を基準にするとちょっとね違和感を感じる時もあるかもしれませんね。マツダ好きな方はマツダのハンドリングが好きで、トヨタが好きって方もね結構いらっしゃると思うんですよね。でトヨタ好きな方がこれ乗られたら、もしかしたら、最初の30分から1時間ぐらいかな、少しね慣れるまでに時間を要するかもしれませんね。あれなんだこれとか、まっすぐ走んないよみたいなね、そんなイメージを受けつつ徐々に車に慣れて、人間が車に合わせていくことですごいね乗りやすさを感じられるかもしれませんし、これダメだ、もうやっぱ自分はねトヨタ車が一番乗りやすいんだみたいなね感じになるかもしれません。それではこれでスキップします。1周目普通に走ってきてゴールです。さあただいまの燃費はですね 32.2 キロ走って 15.5 キロが表示されています。じゃあねこれで準備して2周目いきます。では2周目スタートします。2周目は全てマニュアルモードで人間がシフト操作をして走ってきます。でまた途中経過をお伝えする感じになります。それでは行ってきます。中間報告です。さあ現在のところ
22.9 キロ走って 17.1 キロが表示されています。これもしかしたら D レンジで走るより燃費良くなっちゃうかもしれませんね。で、もう何よりね、楽しいです。速度を見て、シフトポジションを考えて、回転数を見て、それから瞬間燃費計がすごく見やすいゲージをしているんですね。で、このあたり全部頭で考えて、どう走ろうか所持して、もう脳汁出まくりみたいな感じでね、走っています。燃費のために走っているんだけど、燃費なんてどうでもよくなっちゃうようなね、楽しさがあります。で、今回の走行では一つのことを意識して走っています。それはね、加速中の、エンジンが空気を吸う抵抗を減らせないかといったところです。今の車でね、通用するか分かんないんですけれども、いわゆるポンピングロスを減らすという考え方ですね。で、意外かもしれませんけれども、エンジンってスロットルやアクセルで、抵抗を作ってあげないともう際限なく回れるだけ回っちゃうものなんですね。で、抵抗を作ってあげることでパワーを抑えてみたいなイメージです。で、ただ抵抗は抵抗なのでない方がいいのは確かでございまして、ただ抵抗がなければ速度は出過ぎちゃう。で、このジレンマを解決するためになるべく低いエンジン回転数でアクセルを踏む量を増やすみたいな走り方になります。でね、この辺ちょっと意識してもう少し走ってゴールに向かいます。2周目ゴールです。さあ、2周目の結果はですね、32.1 キロ走って17キロでした。今 17.1 になりましたね。いやー、なんと D レンジを超えちゃいましたね。これね、数値はあれなんですけれども、数値以上にね、すごい運転が楽しかったです。もうね、これをお伝えさせてください。でね、変態と言われちゃうようなね、趣味かもしれませんけれども、松田車お好きな方でしたらね、きっとこのいろいろなことを考えながら走る楽しみというのをご理解いただけるかなと思うんですよね。で、本当楽しいんでね、皆様もよかったらね、試してみてください。ちなみにこのね、スピードメーターの左側にあるのが、瞬間燃費計です。ちょっと今メーター映しますね。この、真ん中にスピードメーターがあって、この左側ですね、ここが瞬間燃費計です。でね、こんな目立つところにこれが出てきて、さらにね、ちょっと見えるかわかんないんですけど、オレンジの印が現在の燃費を表しています。で、その下ね、申し訳なさそうにね、このトリップメーターが表示されていますね。で、今の数値が 17.0 の 32.2 キロ。あとね、言い忘れちゃいましたが、アイドリングストップはオフにして走ってきました。じゃあ、今回はこの辺りにします。以上です。今回はこんな感じで比較的な燃費チェックを試してみました。普通に運転した時の燃費は、これ別の日の昼間、市街地から一般道を走った時の燃費です。154キロ走って13キロぐらいの燃費が表示されました。他車と比較すると条件良い時の燃費は思ったより低めで、一般的な走行状況では特別悪くないくらいの印象です。もちろんストロングハイブリッド車みたいな燃費は期待できませんが、その逆も言えます。エンジンプラス段付き AT の快感は貴重です。いいとこ取りなのはホンダの IDCD くらいでしょうか。このままね、伝説として語り継がれそうなシステムですよね。マツダ3はシフトアップの瞬間に歯切れよく気持ちの良い音が聞こえてきますので、官能性能的にたまりませんでした。ハンドリングやドライビングポジションなど、そうした良さは続く動画で大きく取り上げていきたいと思っています。その他特徴を分かりやすく、車選びをもっともっと楽しく動画をアップしてまいります。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。